あの頃、よしおは中学生だった。そして、よしおの学校の成績に、両親は不満だった。父親は言った。お前には義務がある。お前はその義務から逃げている。よしおの義務というのは、勉強することだ。学校でいい成績を取るということが、よしおにはできない。なぜそうなのか。よしおにもわからない。よしおの成績はだいたいいつもクラスの真ん中辺だったが、父親はそれでは納得しなかった。世の中っていうのはな、厳しいんだぞ。学歴っていうのは大切なんだ。お前だってやればできるんだ。お前はやろうとしないだけだ。勉強は好きではない。でも、やらなくてはいけない。ということは、よしおにもわかる。しかし、学校の教科書や参考書を開いていると、他のことを考えたくなってしまう。確かによしおは勉強から逃げていた。そしてそれを自分でどうすることもできなかった。よしおには4つ年上の兄がいた。そしてよしおは兄の忠夫が羨ましかった。忠夫の学校の成績はいつもクラスの上位3番以内だった。両親が忠夫を見る目は、よしおを見るときとは違う。忠夫は2人にとって理想の息子だった。よしおも忠夫のように褒められたかった。でも、よしおにはとても忠夫の真似などできない。忠夫はよしおとは出来が違うのだ。ある日のことだった。よしおは勉強机に向かっている。忠夫の頭を思い切りひっぱたいた。何事かと忠夫は振り返り、そこにいたよしおを睨みつけた。何すんだよ。忠夫の目をまっすぐに見返すと、よしおは怒鳴った。俺のポケモン、取っただろ。よしおの言うポケモンというのは、携帯用ゲーム機のゲームソフトのことだった。お前、ふざけんなよ。なんで俺がポケモンなんか取るんだよ。そろそろ大学受験を考えなくてはならない忠夫が
ポケモンのゲームソフトなど。取るはずはない。よしおは、忠雄に。イチャモンをつけたかった、だけだった。よしおは、忠雄が憎かった。忠雄はいつも両親に、いい顔をされる。親の愛情は、みんな忠雄に。取られてしまう。よしおは悔しかった。よしおの手には、テニスのラケットが、握られていた。昔から、物置の奥に、置きっぱなしになっているのを、引っ張り出してきたのだ。素手では、忠雄にかなわない。よしおは、忠雄に向かって、ラケットを振り上げた。しかし、4つ年上の忠雄に、よしおが、叶うはずはなかった。ラケットは、簡単に奪い取られ、忠雄に、ヘッドロックをかけられたよしおは、身動きができない。精一杯の力で、もがいたが、よしおの首に巻きついた。忠雄の腕は、びくともしない。いつかよしおは、泣いていた。忠雄にはかなわない、そう思った。おい、大丈夫か、と忠雄が言った。その時、忠雄の腕が、自分の首から、離れていることに気がついた。お前、どうしたんだよ、変だぞ。泣いてるのか？何か言えよ、言わなきゃわからないだろ。忠雄の言葉が、よしおの耳に、入ってくる。忠雄は、自分を気遣っている。そのことがわかった。学校の成績のことで。父親や母親に嫌味を言われるよしおを。かばってくれるのも、忠雄だった。兄ちゃん、ごめん、とよしおは言った。どこの学校も同じで。よしおの学校にも、いろいろと、問題はあった。上級生の、どこかのクラスで、いじめが発覚して、問題になったことがあったし、誰かの親が、学校に、怒鳴り込んできたこともあった。進学の問題で、教師と揉めたらしい。うつ病になった先生がいたし、引きこもりで、学校に、出てこないやつもいた。学校が、どういうところであれ。よしおにとって、学校は、行かなければならないところだった。親にそう言われたし、兄の忠雄も、学校に行っていた。ずる休みは、できなかった。ただでさえ、成績のことで。
両親の目は冷たいのに。素行が悪い。などということになったら、何を言われるかわからない。それに、毎日学校に通うというだけなら、よしおにもできた。学校が面白かったわけではなかったが、よしおは毎日学校に通った。クラスにはいいやつもいたし、嫌なやつもいた。学校にはいい先生もいたし、嫌な先生もいた。成績のいいやつが羨ましかった。よしおの頭の中にはいつも勉強のことがあった。やらなくちゃならない。でもうまくいかない。どうしていいのか。いつもわからなかった。父親の言ったことは間違ってはいない。世の中は学歴社会だ。そして若者の就職は年々厳しさを増している。いい学歴を持っていれば、それは大きな武器になる。やがてよしおは中学、高校を卒業し、大学に進学した。しかし、兄の忠夫のような一流大学には行けなかった。よしおが入学した大学は、世間的に見れば三流というより、四流と言っていい大学だった。大学生になったよしおは、毎日講義に出たし、勉強もした。やがては就職活動をしなければならない。その時のために、できれば、いい成績を取っておきたい。しかし、よしおはいつも、心の片隅で思っていた。どうせ、こんな自分が、何をしたところで、大したことはない。勉強がダメでも、何か取り柄があれば。と、考えたことがある。しかし、口下手だし。運動神経がいいわけでもない。見てくれだって、10人並み。音楽や芸術のセンスがあるわけでもなかった。何かいいことないかな。よしおはよくそう思う。つい、つぶやいてしまうことさえある。そんな時、よしおは街に出る。別に、行くあてがあるわけではなく、ただ街を歩いてみたくなるのだ。繁華街には華やかに着飾った女の子たちが歩いていたし、
かっこいいデザインの美しい建物があった。気が向くと、ファーストフードの店に入り、200円のコーヒーを飲んでみたりする。量販店では映画の DVD を眺めたり、ゲームソフトのコーナーをうろうろしたりした。そしてそこには大勢の働いている人たちがいた。スーツ姿のサラリーマンや OL、建設作業員、量販店や飲食店の販売員、配達作業員。よしおは思う。自分もいつか彼らのようになるのだろうか。そしてこうも思う。働くのはきっと大変だろうな。よしおは新聞を読むことがある。そして新聞には時々こんな記事が載っている。世の中は景気が悪く失業率が高い。高校や大学を卒業しても就職できない者が大勢いる。よしおが大学を卒業しても働き口がないということもあり得るのだった。世の中は厳しい。そしてよしおは世の中に出るのが怖かった。再生リスト2に続きます。